今日のインタビュー、時間を、作っていただいて、もう素晴らしい土壌で、ウェルカムな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、今日は2人の、ブドウのどういう流れでブドウにたどり着いたことと、今やっているブゲードのコンセプトについていろいろお話できればいいなと思います。はい、よろしくお願いします。まずは自己紹介ですね。ブゲードの結びの師範をしている八代と申します。はい、ブゲード結びの、運営であり、リーダーをしていますゆいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕はもともと役者でこの世界に入りまして、で僕がね入った頃ってまだ東京で時代劇がいっぱい撮ってたんですね。テレビとか映画とか。特にやっぱ時代劇が多かったんで、やっぱそのチャンバラというものから入ったんですね。立ち回りとか殺陣ですね。そういうものが僕は先に身につけたんですね。でそれから僕が教わってる先生が古武道の方もやってたんで、その後ですけど居合とかそういう組み立ち系の技を習得するようになりましたね。そうするとやっぱりいわゆるチャンバラというもののお芝居の殺陣とやっぱ古武道のその実践の技というのの違いのやっぱりこう自分でこう身につけてきたっていうことですね。はい。当時は確かに時代劇で、実際の古武道の指導とかがかなり大事にしている監督さんが多かったんです。そうですね、結構ね。そう黒沢さんとかね、やっぱ古武道盾じゃなくてちゃんとしたね、実践な技を使いたいということで、やっぱりそういうものを取り入れたっていうのはやっぱりありましたね。はい。それでテレビっていうのはね、なかなかこう一人に対しての何十人もやっぱかかっていくというね、そういう大立ち回りがメインなんですね。だからなんつうのかな、やっぱりそのけれんであったり、どっかでダンス的なものがあったり、そういう見せる方の方がやっぱり第一でしたね。はい。どうしてもお芝居の方が入ってしまうね。第一に入りますんでね。はい。で、私ももともとは俳優を志していて、で、役者を目指していて、でその一環で、自分の特技というか何か強みを身につけたいなと思ったのが最初で、それで俳優の先輩に古武道はどうっていうことで師範を紹介していただいて、で師範から教わるようになったんですね。で今は俳優修行の傍ら武道をやっているというよりも、武道の方がなぜかメインになってきたような感じですね。はい。というようにもともとエンターテインメントの世界を志していたんですね。でその上でその道の中で武芸を身につけていったので、私たちの活動としてはそこをうまくミックスするような新しい形の表現ができないかっていうことで、ブゲイド結びっていうものを始めました。はい。もともと我々古武道っていうことで動いてたんですね。で古武道って一体何だろうと。でなんか漠然としない、なんか大雑把になっちゃうというかね。古武道って一体何だろう。それで人に聞くと古武道って一体何ってよく聞かれてたんですね。で我々のやっぱこのやってるコンセプトって、古武道は古武道なんですけど、やっぱ何ですか、もともと武道ってこの侍とか武士っていうのはやっぱり武芸18番っていうものをやっぱ身につけたっていうものがありましてね、その前は24というもっといっぱいあったんですけどね、それがどんどん削られて、有名なところでは18番、細かく言うといろんなその武士として身につけなきゃいけないものですよね。そういうものをもともと武士はやらなきゃいけなかったということで、それがやっぱり芸に通ずるというもので、やっぱりそこが我々の目指すものじゃないかなというものをやっぱりなんつうのかな、考えたことになったんだよね。
そういうことだよね。そうですね。だから武道としては本格的に稽古してるんですよ。居合なら本当に別に見せるための居合じゃなくって本当に武術としての居合を稽古してるし、空手もやりますし、上術だったりとかいろんな稽古をしているんですけれども、それはもともとたどると武芸18般って言われているように、武士というのはもともとオールマイティに武を治めるものが、武士のたしなみと言われたところから来ていて、なので私たちは居合道家ですとか空手家ですということではなく、武芸全般を、身につけていく、鍛錬していく中で技術を向上させていく、そういう稽古の仕方をしてますね。だからそう空手私たち話好きだからねもうちょっと話させてだから空手、柔術、居合、これ全部違うと思ったら大間違いで、全てに共通するんですね。それはどこの共通というか、やっぱりその重心の取り方とか、やっぱりその力の抜き方とか、ただ武器を使うか使わないだけであって、やっぱりその足さばきとか体さばき全部共通するんですよね。そうこれはやっぱりやればよくわかることなんですよ。はい。その全体的な武道の、体と動き、力の使い方の、なんか一回身についたら、武道だけでなく、体を使う、スポーツなんでも、なんか楽に入れるような気がしないですかね。そう思います。そうですね。確かに。根本は同じなので。そう。そう思います。で、話から聞いてそう思ったんですけど、武芸道っていうのは、今新しい考え方なのか、逆に江戸時代の武道に戻っているような感じではないですか。江戸時代は、平和になって、戦争というよりかはもう武道は、その戦争だけでなく、全体的なコンセプトになったんですよね。で、話を聞くと、武芸道はちょっと江戸時代で目指していた武道じゃないかなとは気がしますけど、そういうふうに考えたことはなかったですけれど、どうでしょうね。そうね。どうだろうね。あんまりそういうふうな考え方をしたことはなかったですけれども、ただ結局でも、道っていう概念、道というなんていうの理念のもとに武道をやってるわけじゃないですか。これは戦いのための技術でもなくって、私たちの技芸の向上から、心もさらに成長できるようにっていうことで稽古を重ねているっていう意味では確かに戦のためのものではないっていう、コンセプトは共通してると思いますね。そうですね。もともと鎌倉時代とか室町時代っていうのはもともとそのぐらいのその時期って戦いが必ず騎馬上馬乗ってで太刀を下げて弓だったりで1対1の戦いでそれも名乗って戦う、そういう正々堂々と戦いから始まってるんですよね。それで戦国時代になると今度は大勢の人たちが百姓からもみんな駆り出されて戦う。それでその頃に誕生したのが宮本武蔵、二刀流の剣豪、有名な武蔵のような腕力が強い、もうなんかもうルールなんかいらない、後ろからでもぶった切っちゃうみたいな、そういう人たちが後々出てくるんですよね。でそういう剣豪たちが今度は俺の技の方が強いんだっていう豪語する人たちがいっぱい出てくるわけですよ。でそれがやっぱりその戦がそうですね、なくなるのはやっぱね家康の、徳川の時代になってやっぱり太平のようになったわけですよね。人が切り合うような時代がなくなるわけですよね。そうすると今度武士というものが何たるものかっていうもう形だけのものになって、それで200何たる今度幕末になると今度は農民たちがこんなんじゃいけないぞって刀を持ち始めて戦うわけじゃないですか。だからその時代によってどんどん刀の使い方も変わるし精神も変わるし、だからやっぱりコンセプトってやっぱりなんていうのかな、世の中をどうにかしたいとか
ただ人の切り合いじゃなくて、やっぱり世の中のため、人のためというもののやっぱりために刀はある、武器はあるっていうのは、やっぱそのコンセプトっていうのはどのなんていうのかな、どんどん時代が経つにつれてそういう精神が強くなったんじゃないかと思いますね。で我々がやってるのはやっぱりその武芸という、その武芸って一体何だ、そのアートなのか芸術なのか、そのアクターなのか、全部入っていると思うんですよね。だから偏りというか、そういうものはなるべくこうなくす、型を取っ払う。で僕なんかよく言うと、ほら例えば型がありますよね。みんな型の武道っていうのは型があって、その型をどんどん練磨して練習して何百回も重ねてそれを自分の技に取り込むわけなんですけど、でもその型に全部ずっと集約すると何十年もやってるそれを何十年もやっても変わらないんですよ。結局その型を僕はね超えなきゃいけないと思うんですよ。そこを破るんじゃなくて超えるんです。超えるっていうことは進化するってことなんですよ。変化する、進化する、そういうものもやっぱりその武道の中で一番大切なんかじゃないかと思いますね。宗派理の理。そうです。理です。その通りです。でも今の武道では、いろんな宗家とか駅伝の師範のインタビューしたら、8段とかになっても、いやいやまだまだ理にたどり着いてないとかって言いますけど、ならいつ65、70歳でまだってなるといつなんだって多分その武道によって、流派によって、そういう教えがないっていうのも、原因でもあるかもしれないんですけど、やっぱり理を目指していないんじゃないかっていうような気がしてます、ね。ただ先ほども話したようにそのやっぱりうちは歴史が400年以上あるんだとかね、そういう長くずっと継承しているものに限ってそれがないんですよね。なぜならばその歴史に全部凝り固まっちゃうから、縛られちゃうから、硬くなっちゃうんですよ。もうその型に全部集約されちゃうから、そこから出ることがなくなっちゃうんですよね。だからそれもなんつうのかな、それもそれで僕は間違ってるとは思わないんです。それはそれで時代の継承ですから、正しく継承していく人も大切だと思うし、でもそればっかりに集約するとね、みんながみんな何にも進化しないで終わっちゃうんじゃないかっていう部分がすごく感じるんですよね。結構日本人的な思考なのかもしれないですね。その型の中でやってる分には安全じゃないですか。自分がそれを違うことを提唱したりとかするのって勇気がいることだし、自分自身の何より研究心がなければ超えていくことってできないじゃないですか。だからこれが正しい型ですよっていう中の範囲で鍛錬をするっていうことの方がまだ楽な段階っていうのはあると思うんですね。でも最初はそれが必要じゃないですか。最初からめちゃくちゃやったら手張りも何もないからそれは大事なんですけれども、でもそこをど回りでいいっていうことではないですよね。そうだからやっぱり自分自身の研究心でそこを本当に型がこうだからといってそれは正しいのかとか、それを自分の体でどう感じるだろうかっていうところからやっぱり自分のスタイルができていくものなのかなと思いますね。私はまだその段階ではない。私は、もっと自分で研究しなきゃいけないけどね。それで同じあれなんですけど、流派っていう流れね、その流派っていうのはなぜかっていう、もう系統でいうとこうやっていっぱいこう分かれるんじゃないですか。こうやってね、ネズミ子のようにね。なぜそうなるかっていうと言葉は悪いけどね。でもなぜそうなるかっていうとやっぱりその一つのところでやってた人っていうのはやっぱり突出した人が何人かやっぱりいるわけですよね。でもそこだけではみんなほら収まらないじゃん。俺の流派を作りたいっていう人たちがいっぱい出るわけですよ。今も昔も。だから流派が分かれるわけであって、ただその流派っていうのは結局元は一緒なんですよ。元を正せばね。ただその流派っていうのはいいとこ取りっていうのがほとんどそうなんですよ。このなんとか流のここはだけの技がいい、今度はこっちの流派の技はここだけいいで、全部いいとこ取りの流派っていうのがどんどん増えていくわけですよ。だから一筋でやってる流派っていうのは本当数少ないですよね。昔からいいとこ取りの流派、それでみんな分かれていくんですよ。
だから元を正せば本当は一緒なんですけどね。刀なんていうのは縦に振るか横に振るか突くかだけなんですから。そこに流派ができるっていうことはやっぱり自分なりのそのスタイルを作るから流派が分かれるんであって、元を正せば一緒ですよね。はい。そのおっしゃっている、まあ考え方は私も同じですね。今の日本人はその縦の社会とその硬さですね。それで肩の方が安心感があるかなとは。で、本当肩って日本人にとってのいいところでもあり、それが悪い方向に行き過ぎると肩にはまっているっていうことになって、そのいい面っていうのはもともとは型に対するセンスが素晴らしかったからなんですよね。歌舞伎であったりとか様式美、所作であったりとか茶道であったりとか、何でもないことの所作がそのままアートになるっていうぐらいに洗練された型に対するセンスがあった、それがやっぱり日本人のすごい突出したところだったと思うんですね。だからこそだからオリジナリティは素晴らしかったんだよ。その型を生み出した最初の人は素晴らしかったんだと思うんですよ。その型が生きてたんだと思うんですよね。ただそれが形だけ真似するようになってしまって、こういう風なポーズだからこうなんだ、ポーズだけ真似をするっていうようになっていってしまうと形骸化って言って、そこに魂がない、そこに生きてない、っていうところで、ただ型の中の安心感っていうところにとどまりやすいところがあると思いますね。よくわかります。合気道の開祖は1969年に亡くなったので、結構最近というか最近ですね。そうですね。最近ですね。柔道の加納先生とか先生だともうちょっと前ですけど、やっぱり開祖亡くなって、開祖の第一世代の弟子、第二三世代の弟子はまだ生きてるんですね。まだね。で、その人たちはもうみんな自分のスタイルをやってるんですけど、その下の方はみんなは私の先生が一番っていうような形に大事にしてるんですね。でも本当は、私たち武道家として自分に質問しなきゃいけないと思うんですね。どうやって自分のアート、自分の武道を生きさせる。もう型だけだと、10年10話は持つかもしれないですけど、飽きますね。はい、その通りだと思います。そうなんですよ。その通り。本当それってでもどのジャンルでもそうですよね。それこそね、歌舞伎だとかなんだとか日本文化っていろいろあるけれども、つまらないものはつまらないっていうのが正直なところだと思うんですね。で、でも例えば別に歌舞伎を悪く言うわけじゃなくて、例えばの例で言うと、例えば歌舞伎を見に行きますとすると、もし私に歌舞伎の知識がない状態で見たとして、でもしもそれがつまらなかったとしたら、つまらないけれどこれは伝統だから素晴らしいのかなとか、それがわからない自分が知識がないからダメなのかなとかっていうように思いやすいと思うんですね。っていうのは、私は演劇をやってたから、演劇の世界でもそうで、演劇を見に行かない人ってたまに友達に連れられてお芝居初めて見に来ました、でもどうしてもつまんないってなった時に、でも演劇見慣れてない自分がわからないだけなのかなっていうふうに思っちゃったりすると思うんですよね。でも違うんですよね。違うと思うんですよ。つまらないのはつまらないのが事実であって生きてないからつまらない、っていうことはあると思うんですね。私は今何を話そうとしたんだっけそうだ。そう、落としどころが分からなくなっちゃった何を言おうとしたんだろう。結末が分からな歌舞伎にしろね、やっぱりある人の芸っていうか、一代一代ってその人限りで終わっちゃうんですよね。やっぱ武道もそうですよね。その先生の代でその技もその人の人格も性格も全てなくなるじゃないですか。その人が亡くなってしまえば。でもなんつうのかな、やっぱりさっき言ったように先生に
技につくんじゃなくて先生につくじゃないですか。はい、やっぱり習いたいとそうですね。思ったら、やっぱその人の人間性につくわけですよね。この人の、やってる技もまあ素晴らしいけど、やっぱ最終的には人間性ですよね。人間性で多分つながるんですよね。なんとか流がかっこいいとかうまいとか強いとかじゃなくて、やっぱりやってその人のその先生が良ければやっぱその人につきますよね。思ってたのは、話を聞いて思ってたのは、明治時代と、戦後ですね、まあ50年代、60年、68、9年までは、日本人こんな感じじゃなかったですよね。そうですね。もっと、なんか、いろいろやりたいっていうような、賑やかな力を持っていたような気がしますけど、なんかどんどん60年代から、国が固まったような、教育ですかね。教育もあるしね。68年、9年の、いろんな、問題で教育がどんどん変わっていく。でも、こういうブゲードとか、なんていうんですかね、教育を壊すっていうことまでじゃないんですけど、やっぱり違うような教育につながるんじゃないですか。はい。そう、私も本当思う。一般的に言われている日本人ってこういう感じの性格だよねとか、日本人のイメージと古来の日本人って本当に同じだったかなっていうふうに私も思うところがあって、今で言うとやっぱり協調性があるとか、空気読むとか、そういうところがなんか日本人っぽいよねっていうふうに言われがちな国民性だと思うんですけれども、私日本人ってめちゃくちゃ強かったと思うんですよね。心の芯の部分が、だからこそ外国の人たちも戦争でおいそれとは手を出せないという、なんだこのね刀を持ってる人たちはっていうような驚きでもあったりとか、知能とか、素晴らしい。もう世界に日本しかなかった一心ですね。そうですよね。本当に数十年、2、30年だけで、もうヨーロッパの200年ぐらいの、そうですね、一気に追いついたっていう、もう素晴らしい力っていうか、すごいオープンだったんですよね。当時の人は。もうこれ全部一気に取り入れる。今の日本人って何も取り入れないっていうような感じにはなってきてるんですけど、もう、伝統的な武道をやると多分真逆なことになってしまうと思うんですけど、こういうオープンな武道、では今の若者たちにもう少しなんていうんですかね、柔らかくてオープンな心を作っていけるんじゃないかなって、周りの人とかは当初に入ってきて、稽古してる人たちとかは少しだけでも変わるんですか？稽古をして。はい、変わります。それが変わります。最終的なポイントじゃないですか。そうですね。稽古して自分が変わらなければ。そういうことですよ。そう思います。変わりますよね。で、私たちは特にやっぱりその表現っていうことも合わせてやっているので、今まではそういうステージに上がったこともないっていうような人にもやってみたらっていう感じで一緒にじゃあ舞台ステージで演舞してみようっていう風にしてやったら、その面白さにこう目覚めたりとかして新たな自分を発見したりするんですよね。普通はね、武道ってやっぱりその稽古場で淡々とやっぱりやるじゃないですか。でやっぱり自分の世界に入って技を磨いたりするんですけど、それを人前でやらないでだいぶ変わってくるんですよね。伸びる率がね。で芝居も一緒で人の前でやるだけでもう相当実力がつくんですよね。度胸もつくし、心もやっぱり気が前もね変わってくるし、だから武道も一緒で人前でやるっていうことが大切だっていうのはものすごくあるんですよ。やっぱ緊張感であったり、人になんかこう人に見られてるやっぱりねなんかやっぱ緊張感でやっぱり技が伸びる、真剣になれる。
稽古場だけでやってるとやっぱりどっかでなんかこう気が抜いてるというかね、そこまで集中できないというかね、まあ人にはよるんでしょうけどね、でもその差って如実に出ますよね。まあ、その別に、ね、表現に限らず、まあ、私たちも普通に淡々と武道の稽古はしてますので、まあ、普通の通常の稽古でも、やっぱりみんながなんかその人らしくいられる空間であったらいいなっていうのは思っていて、私たちは稽古としては師範はこう教えるところはビシッと教えますし、別に優しいことをやってるつもりはないんですよ。ただそれを別にしかめっ面でやってるわけではないというか、礼儀は礼儀として別に自然な礼儀の心で自然にやりますよ。それは礼儀作法はします。ただ別にそれをこうなんかね、師範も別に俺は師範でみたいなそういう態度をとってるわけでもないし、そういう意味ですごくなんだろう、対等な感じの空気ができますよね。生徒さんとも師範とも誰にも極端にこう気を使ったりしなくていい、だから僕なんかはね、そういう場になってると思います。先生とかそういうのも嫌いだし、もう嫌なんですよ。主張に合わないし、たまたま皆さんより先にやってるだけね、勉強して身につけてるだけで、それをただ享受してるだけで別に何の偉くもないし、だからもっとすごくだから稽古なんかもフレンドリーですよ。笑いながらやって。ただ怪我しないようにね、やるとこはちゃんと真剣にやんなきゃいけないんですけど、でも本当にね、全体の空気としてはものすごいフレンドリーですよ。笑いがない稽古なんてないですもん。はい。そう。具体的にその武道と芸術は具体的にどういうような教えになるんですか？もともと師範は映像業界でプロでやってきた方なの で、まず第一にはカメラワークとかそういうのを熟知してるっていうのがあって、なので、全部そういうのを想定した稽古もできるっていうことですかね。カメラがこの位置にあったらこの位置からこういうふうに技をかけてこういうふうにしてこの角度でとか、そういうところは師範が教えられるならではのことかなというのはあって、ただね、武芸道ってね、私もこう命名してますけど、自分たちでも正直言って探求しながらなんですよね今。なのでこうスパッと武芸道とはこういうものですっていうのは正直ね難しい難しいんですよ。武道も言えないですからね。まあね、そうですね。ただやっぱり表現する意味っていうものはあると思っていて、というのは古武道の大会だとか、武道の発表会みたいなのはいろいろあると思うんですけれども、それを自分自身がこう人がこう見ているという意識を持って演舞をするっていう稽古をしているのと、全くそうではない自分たちの技のためだけの稽古をしているというのとでは表現力が歴然と違うんですよ。で私たちはやっぱり表現していきたいと思うのは、やっぱり私たちがこういう武道を私たちのこういうあり方を表現して見ていただくことで、例えば日本人が自分たちは日本人でよかったって言ってくれたり、感動したって言ってくれたり、なんかそういう日本の魂を感じたみたいなことを言ってくださるんですね。だからそういうところに訴えかけられる、表現ができるっていう意義がすごく大きいと思うんですね。なので、私たちもどういうあり方でそれを発信していけばいいのかっていうことは模索している中ですけれども、今後もそういうふうに表現活動をね、武道を通してやっていきたいなと思ってますね。簡単に言うと、その武道大会とかなんとか古武術大会とか言って、そういうただみんな技を披露するだけじゃないですか、淡々とね。じゃなくて簡単に言うと、そこに音楽とか照明とか、そういう効果ですよね。効果的なものを取り入れて、で演出がないとねつまらない。演出、それなぜかというと、演出が大事。なんかちょっと一つにやるにしてもストーリーがないとダメなんですよ。
物語がそこにないとやっぱり人間って人って感動しないんですよね、ただ淡々とやってるものだけやってるとで終わっちゃうんですよね、できるのは当たり前なんじゃないかみたいな練習稽古してんだからじゃなくて、それにプラスやっぱり演出を重ねると、もっとその技自体がなんつうのかな、魅力が伝わりますよね、人にね。魅力的になると思うんですよね。あれって俳優の考え方ですよね。そうですね。自分がどう演技すればいいかっていうことじゃなくて、見てくれてる人はどう感じるかっていうことなんですよね。そうだと思います。そう思います。武道を道具として使って、映画を作るような、でもそうですね。そうですね。そう、確かにそうです。というと、もうやっぱり武道、今の武道の目的は何なのかは、私も武道家としては何とも言えない感じですね。私自身の目的はもうはっきり分かってます。ただ、例えば合気道の本部道場の道中まで行って、合気道の目的って何ですかって聞くと、多分答えが出ないんですね。なんで、その分をちょっと、でも空手も柔道は勝つため、スポーツとしてって言ったら、スポーツじゃなければ、もう本当に柔道は柔道としてやる目的は、個人的なもちろん目的は、人間形成の道っていうことにはなるんですけど、あくまでもこれ個人的な問題ですよね。そうですね。全体的に合気道とか柔道とかって何のためにあるかっていうと分かんないですよね。分かんないですよね。で、話を聞くと、この武芸道を使って人のために何か、映画ストーリーを作っていくっていう話になると、それが武道と大きく異なるところだと思うんですよ。そうですね。そうかもしれないですね。やっぱりなんかこうインスパイアしたいとか、自分のこう想像したい、創造的な欲求であったりとか、やっぱそういうあり方をしていますね。そうですね。ただしやっぱりただ単に見せるためだけの稽古をしているわけでないっていうのは、じゃあ盾というふうには言ってない。やっぱり武道をやってますっていうふうに言ってるわけだから、もちろんベースとしてはやっぱり個人として心身の修養の道である、人間形成の道であるっていうところはベースにもちろんあるんですよ。それはもう道という概念として絶対的にある。それをしながら表現もするっていうことも大事ということ、両面ですね。そうだね。合気道の演舞大会とか、空手の大会とか言っても、試合は目的は分かりますから、楽しさはあるとは思うんですけど、興味がないんですけど、オリンピック柔道とかはポイント制こういう仕事やっているから見てますけど、一応置いていかれないように。でもなんかね、個人的にはどうかな。それはどうしてですか？どうしてそんなに興味が湧かないっていうのは、やっぱり勝ち負けになってしまってるからですか？そうですね。もう勝ち負けは一瞬で終わることなんで、人間としては楽しさがわからないですね。でも今そういう考え方の人が増えていってると思うし、今後も増えていくと思いますね。だって今ってやっぱりコロナがあっていろんな大きい大会がなくなったり、オリンピックだってどうなるかっていう状況になった時に、今まではこれを目指していればっていうふうにみんなが思って、これに勝ちたい、これで一番になりたいっていうふうに思っていた、ある意味なんか華やかなステージというか権威みたいなものがこう崩れ去って、そこを目指してもどうなんだろうっていうような疑問が今の時代って多くの人に生まれてきてると思うんですね。そうなった時にやっぱり武道の道っていう理念が改めて多くの人に大事に思われるというか、改めてそれが見直されるところに来てると思うんですよね。そも
そもだって武道は勝ち負けじゃないじゃないですか。スポーツではないって言ってたじゃないですか。でもまあ結果として競技になって広まっていったので、まあそれはそれでいいんですけれども、そうじゃない競わない面白さというか、そういうところが改めて見直されてきてるとは思いますね。結局ね、それって本当ね、演劇の話と本当に今映画のとかその俳優さんの例え出していただきましたけれども、本当にね演劇と全く同じで、やっぱりそこで生きてないとっていうことなんですよね。型が型だけで、はい振り付けやりましたっていうんじゃ何の印象にも残らない。振り付けを見たいわけじゃない人はそこで生きているなんか躍動感とか生命とかキラッと輝くものが見たいんですよね、人は。やっぱそういうのがすごく大事だと思いますね。やっぱだからそういうところはやっぱりね、私たちは表現として何か残していきたいなって思いますよね。そうですね。だからまあそのね、さっき言ったようにその武道大会とかそういう淡々とやるねのはなんかこうなんとなくこう形式様式とかその歴史とかそういうのがあるからやっぱそういう厳かにね行うという部分を多分重んじてるんでしょうけど、もうそういう時代じゃないと思うんですよね。だからさっき言ったように記憶に残んないっていうのはやっぱり感動しないからですよ。そうです簡単に言うとそうです。そこにうわすごいなと思ったら記憶に残るんじゃないですか。でもう一回見たいとか思うわけですよね、映画と一緒でね。だからそこにはやっぱりその演出的なものとかストーリー的なものをちゃんと作んないとダメなんですよ。ちゃんとした技があるんだから。だから僕なんか毎回そう思ってるんですよ。あれはもう演出力がないからダメなんだと。大きな空間でポツンとやったってダメなんですよ。もっと演出力があればあれだってちゃんと伸びるんですよ。ちゃんとアメリカのビジネスみたいなサーカス、ソフィなんだっけ、サーカスあるじゃないですか。空中ブランコやったり、ああいう風にやりゃいいんですよ、日本の武道も。そしたら世界中の人が見ますよ。ああいう演出があればいいね。演出大事。まあ確かに武道関係でどういう試合か戦いを覚えてるかって聞かれると、まあ時代劇の戦いですね。結局ね。例えば雨上がるの、演技は素晴らしいなっていう、まあ黒沢の映画も確かに、しかも香取慎太郎の杉野先生が指導してたわけなんで。あ、そうなんですか。しっかりしてる、そうですね、雨上がるは杉野先生だったかな。違うかな。無害流は取り入れてますけど、まあでも武道的にはなんだか正しい。それだけじゃない。その人ですね。はい。この俳優のパフォーマンス。パフォーマンスですよね。そうです。あとあと監督がどう演出するかね。編集してるかっていうことになるんですけど、あれは印象に残りますね。そもそものところ使えるっていうことの概念がなんか違うんじゃないかな。例えばボクシングで強いからそれが使える、空手の試合で強いからそれが実際に使えるとかっていうことと、古来って言っていいか分かんないけどの武道の使えるって意味が違うと思うんですよね。だって合気道とかだって結局私はちょっと合気道あんまり詳しくないですけれども、力と力でぶつかってどっちが強いかっていうことじゃないですよね。相手の力をそのまま利用して流したりだとか、そもそも争わないで済むならそれがいいっていう、それが一番賢いっていうあり方が日本的な武道のあり方だったんじゃないかと思うんですね。もちろん戦国ね戦ってた時代は違うと思いますよ。でも、そもそも争わないのが一番使えるっていうことで、それはそうですね。っていうふうに、だから体の使い方もだから違うんだと思うんですよね。極真の方が使える空手をしてるとか、多分日本だと使えたとしても意味がないよね。そう。もう誰と戦うか。そう。試合以外は意味がないです。ヨーロッパだからアメリカだとやっぱり
襲われる可能性の高いうんところが、まあ、そうね、多いので、確かにね、確かに護身術っていうね、護身術のために武道をやりたいってそうだね。そういう多いんですね。なるほどね。そういうでふうになるの。そういうことだよね。ただ日本古来から来ているからってみんな言ってるからですね。日本は昔、戦国時代、江戸時代はどうかって思うんですけど、戦国時代の武道から武道が来てるから、で日本は、一番長く、武士社会が続いた国なんで、一番使えるんじゃないかってみんな勝手に想像してるんですね。ただ今世界中で一番平和になっている国で教えられている武道をアメリカで使うためにやるっていうのがちょっと違うって思っちゃうんですね。使えるの意味が違うと思う。意味が違う。要するになんだろう、こう我々がやってるのはもう日常生活にない動きですよね。武道みんなそうなんですけど、例えば武器も杖を持ったり木刀を持ったり刀持ったり、例えば短い刀持ったり短刀持ったり、あとね槍や薙刀もあるし、全て日本古来の武器を身につける、それを扱う。まずそれだけでやっぱりなんか異次元、違う世界、自分が今まで生きてた全く違うものをやる、体感する、それだけでもね、僕はね全然心が変わると思いますよね。その人の人生変わるってまだ言わないけど、やっぱりなんか考え方とか体の使い方とかも全て変わってくると思いますよね。だからまずそこですよね。それでプラス我々がやってる武芸というものをプラスどんどん技をやることによって心の中、表現の仕方、表情、なんかそういうものがね、変わってくると、日常生活も変わってくると思いますね。そうね。だからそういうところを進めたいです。武道であれ、ダンスであれ、自分が好きなことであれば何でもいいんですけど、まず体を動かすと絶対心は変わりますからね。まず体を動かすっていうのは大事で。でやっぱ一般の人も役者ね、アクター全てね、なんていうの、同じ人間ですから、やっぱりね共通するっていうかね、一般の人が役者ってこういう気持ちでやるんだとか、演技ってこういう気持ちでやるんだっていうものを少しでも古武道によって覚えるとものすごく楽しいんですよ。表現そうなんだよね。やっぱ表現するっていうことで本当に人はね輝き出すんですよね。本当にやっぱり電車の中でね暗い顔している人たちにやっぱりどういうふうにアピールするのかっていうけれども、やっぱり自分だから正解じゃないところ、表現って正解がないじゃないですか。だからそれを表現するのって勇気じゃないですか。それをやってほしいんですよね。なんか今の自分はこのレベルだけどこうだっていうふうに人前でやってみせたりとか、別に武道じゃなくても自分はこういうふうに思ったっていう発言を口に出して言ってみるとか、そういう日々の表現だと思うんですよね。表現することの根本って自分自身を表すっていうことだから、でそれには勇気がなければできないから、表現するっていうことは。だからそれがうちらはね武芸道を通してそういうことも養っていくし、別に武芸道のうちらの道場に来なくってもやっぱり自分自身の表現だと思って日常のちょっとしたところを過ごしてほしいと思います。わかりますかね私の言ってること。やっぱり人前でやって例えばステージでね、やってすごく心が変わった、考え方が変わった、こんなに楽しいもんなんだ。最初はもう緊張して人前なんかもう恥ずかしくて出たくないとかやりたくないとかいう人がいざやってしまうとものすごいよかったと、やってよかったと、こんな感動を初めてだが開くんですよね。それでまたほらお客さんが拍手するでしょ。その拍手が自分の自信になるんですよ。だそこがやっぱりね、見てる方とやる方のやっぱ何でもそうですけど、やっぱエネルギーのぶつかり合いですよね。でそこでやっぱりいろんなものがこう
なんか目覚めていくんじゃないですかね。目覚める。昔よく言ったんですよ。拍手ね、お客さんの拍手聞いたらもう役者はやめられないと。そういうことなんですよ。だから本当人前でやる役者じゃなくてもやっぱり人前でやる表現するということだけでもこの心の変化ってのは絶対ありますよね。確かに武道の演舞をやると、自由演舞をやると演技になるんですよね。でしょ？そうなんですよ。もう何でもいい。だから習ってきた技を肩みたいに出すんじゃなくて、何でもいい。で、相手がもう本当に、ベストは自分よりの上の技術の、上の人が一番いい相手になるんですけど、もう本当に素晴らしいことができて、とりあえずそれ自体は気持ちいいですね。で、見てる人も、よかったなって言うと、そう、やってたから気づかなかったけど、外からのイメージはもうないから、でも、いいなっていう気持ちになりますね。そうですね。結局それが自信になるわけじゃないですか。自分が表現したものが何か反応が返ってきて、これでよかったんだとか、恥ずかしかったけどやってみてよかったとか、まだまだだったなっていう思いも含めて、それをやるっていうことがすごく自分を高めてくれるから、すごく表現って大事だと思います。だからね、演舞って演じる舞って書くじゃないですか。そのものなんですよ。やっぱりそこに演ずる心がなければ淡々とただロボットがやってるようなもんで、やっぱりそこには表情とか心の中のものとか、その表現が全て演舞になるわけですよね。そうですね。奉納演舞はそもそも神様のために、武道を演じるっていう意味になるわけなんで、剣の舞っていうと舞ですね。舞ですもんね。武道踊りですからね。踊りですから。そうですよね。このこういう武道の見方になると、やっぱり英語のマーシャルアートが意味はするんですね。そうです。そういうこと。アートです。アートですね。そうなんですよ。なんでアートなんだってことです。でも確かによく話にはそんなに出ないことだと思うんですけど、この演舞はもう戦国時代からある伝統ですからね。最近の炎演舞はもう炎ではなくただの発表会というかね。そうなってきてるんですけど、もともとは神様のために演じるっていう意味だったんですよね。そういうことですね。そう本当芸術とは何かっていうふうに聞かれるといろんな答えがあると思うんですけれども、私はやっぱり生命そのものだなというふうに思っているので、どんなに技術が素晴らしくっても、例えばピアノでも何でもそこに生命が見えないとつまんないんですよね。もう AI でいいじゃんってなってしまう。もう本当これから先 AI でいいじゃんって済むことっていっぱいあると思うんですよね。だって居合の方なんて正確にやるだけなら、じゃあロボットの方が絶対上手になるに決まってるじゃないですか、ロボット技術の方が。でもじゃあそれで感動するかって言ったら、感動って違うでしょっていう。感動ってやっぱり生命が震えるから感動なわけであって、だからやっぱりそういうところを追求していきたいんですよね。だからそこに気持ちがね、人間がやることだから。かといってそれがその技術を求めないことの言い訳になってしまってはいけないと思うんですよね。精神的なものだから別に下手くそでもいいんだって言ってしまったら、そこはもう向上がないから、それはもう意味がない、成長しない。だからでも、技術を求めることの上で精神が宿ってくるから、道っていうのは精神修養の道であるわけであって、ね、現代の日本の教育は技術ですね。そうですね。そう。だから AI でいいじゃんっていう話になってしまう。みんなもう15歳とか16歳でピアノとか技術を見ると、わーってこんな年齢でこんな、もちろん天才はどこにもいるんですけど、日本では天才だけじゃない。一般的な人も大学行くと、もうあまり想像できない
技術レベルが一般になってます。テニス部でも野球部でもみんな、僕の大学時代で何もできてなかったからね。本当にで、フランスだともうみんなそう。できる人がもう、天才がもう限られてるんですよ。日本はもう一般的にみんな技術を持ってます。ただ、何も感じないと。音楽の世界はよく言われてますね。ジャズとかで、日本人はもうピアノとか、よく使われてますけど、やっぱりメインにはならないです。なんか、精神が足りないからメインにならない。やっぱテクニックに走っちゃうっていうのかな。走っちゃう。それやっぱ技術ですよね。そういうものに走ってやっぱ心がこもってないとか、表現力がないとか、やっぱそこに魂がないわけですよね。だからそこがあるかないかでもう変わってきますもんね。だからやっぱトップに行く人はやっぱそこが両方あるんですよね。だから師範はね、結構そういうなんか音楽のセッションみたいな感じで刀も抜けるんだよって師範は言うんですね。僕なんかもよくね音楽に例えるんですよ。やっぱ僕も音楽好きだし、ピアノもね趣味でやったりして、でやっぱりリズムとかそういうのはものすごい大事なんですよ。拍子って言うんですけどね、日本語ではね。やっぱその拍子とかジャズなんかみんなそうじゃないですか。そこも武道一緒なんですよ。特に組み立ちね、人と人とやるときは必ずそれがないとダメですよ。だから本当は、嫌やろうが何やろうが自由なんだよって、型はあって型はないんだよって師範はよく言うんですね。ただ私はまだ型を追わないとただめちゃくちゃになってしまうだけのレベルだから、私はねその型の稽古が大事だけど、本来は突き詰めていけばジャズでフリーセッションするみたいに刀持とうが何やろうが自由にできるんだよって師範は言ってる。そこにここに書いてある緩急と重語、やっぱそのね、柔らかく強く緩く速く、その全てがやっぱあって芸術が生まれるんですよ。そう思うね。もう型にはまっちゃうからね。でも私たちはもちろんその型にはまらないっていうことも師範は大事にしてるし、あと型の中にあって生きられるようにっていうのもすごく師範はね教えてくださるんですけれども。組み立ちとかね、決められた型があるじゃないですか。でそれがもう予定調和になる。ただはい1手2手3手4手って予定調和になってしまうと、もうそれはもう型じゃないっていう、でも死んでるからっていう、型が死んでしまうから、決められた型の中であって生きる、本当に技をかけに行く、本当に受けるっていうそのね、躍動感とかも稽古の難しさであり面白さですね。型の中で生きる。手が決まってるんだけでもそこを見せないというかね。そう。コブド演舞大会とか行くともう断念でしょ？感じますよね。そう。誰がちゃんと型の中で生きているか、誰がもう何もないって。今日話少し変わりますけど。この道場を、開いたのはいつですかね。どんな感じで？おととし。なるね。12月だよね。11月かな。12月よね。12月かな。12月かな。ちょうどコロナ前。ちょうどコロナ前。そうそうなんですよ。そう。だから本当はね、もっと外国人観光客向けのプログラムが用意されてたりとかあって、日本のソフトパワーは今は漫画アニメとかには武道もなんとか頑張ってほしいですね。でもやっぱ聞きますね。結構やっぱり外国人だから断られたみたいな、教えないって言われたとかっていう人やっぱりいますよね。だからその一元というかその体験はダメだっていう人が多いんですよ。断りっていうのはありますよね。いろんな本部長と言っても無料体験はないです。見学はできます。見学はね。体験のなんか文化はないみたいですね。ないですね。確かに。ないのかも。フルーツとかアメリカとかだと1ヶ月間無料。なって1ヶ月で用があったって思ったらどうなの？続けるとね。入門すればいいんじゃないか。その方が誤って入門する人は少なくなります。そうですよね。そうです。確かにそうですよ。それが一番いいシステムとしては。
でも体験としてはやっぱりすごくいい考えだと思います。私たちはあんまりね、そういうね、それこそ本身で巻き藁を切らせるわけですから、普通はそんなことさせないですからね。刀さえね握らせないですから。だからそれはね、他の武道家の人、特にやってる人が見るとなんてことさせんだみたいなことを言うんですけど、言ってる人もいるんだよね、中にはね。でもね、嫌な思いする人はいるでしょうね。まあでもそんなこと言ってたらじゃあね、普通だって3年間修行しないと本身はもう逃げらせないとかね、そんなこと言ってたらね、意味鍋じゃんと。刀っていうのは別にそんな飾りじゃないんだから、10歳の子も切りますからね、小学生でもちゃんと。でもその代わりポイントをちゃんと教えるんですよ、怪我しないように。こことこことこうやって切るんだよって。そうしたら誰でも切れますよ。だって刃がついてるんだから誰だって切れるんですよ。ただそれ以上のものはないんだけども、でもその切る体験によってその人のやっぱ一生なんかね、あの時日本で刀切ったっていうさものは一生消えないじゃないですか。それこそ素晴らしいエクスペリエンスですよね。やっぱそういうの、だからその辺はやっぱ日本人がどんどん体験させてあげればいいと思いますよ。本当の体験はすごく大事だと思う。本当そうですよね。その通りですよ。特にそういう小さい子供のね、感受性が豊かな子だから我々も小学生にこういう古武道とか教えるんですけど、やっぱ子供ってやっぱすごく柔軟だから覚えるのも早いんですよね。だからああいう体験でやっぱり大人になって、剣道でもいいし、なんかいろんな武道でも何でもいいですけど、やっぱこうそっちの方にやってもらったらすごく嬉しいですよね。別にそんな古武道じゃなくてもね、そういう武道に関係したものをね、こう将来やっていけるような体験になっていけばと思いますもんね。ね、やっぱりもちろん体験の最初の1回でもちろん武道の深さが分かるはずはないし、そんなことは最初からもう分かっているので、その上でやっぱりそういうなんか強烈な体験、刀で実際に切る体験だとか、そういうことを通してやっぱり心に何か残ってほしいんですよね。日本の思い出とか、実際の刀に触れた感動とかっていうのが残れば、もしそこから本当にもっと深く興味が湧いた人はいずれその道を長くね続けてくれるかもしれないし、だから何かそういうやっぱり感動をね残してほしいっていう思いはありますね、体験を通して。いろいろありますね。真剣、鎧着て動いてみたりとか、いろいろできることはあると思います。そういっぱいありますよ本当に。そういう意味ではね。コロナでね亡くなりましたけど、でもコロナもコロナでなんか結構いい機会ですよね。なんかコロナっていう状況の中だからこそ、なんか新しい稽古方法を考えられたりとか、自分自身に集中できたりとかね、そういうこともありますよね。本当ね、最初の方に話したのと同じようなことになりますけど、やっぱり大会がなくなったりね、こう大きな催しがなくなった中で、でも武道って基本的に自分自身の修練のためにあるものだから、やっぱりそれがそこになんか改めてそういう武道の道って面白いものだなっていうふうに再認識してくれる人が増えていくと思うので、全然悲観はしないですよね。コロナでね、観光客が一時的に減ったりとかはしてますけれども、やっぱり新しいニューノーマルじゃないけど、新しいやり方をやっぱり模索しながら、やっぱどんどん先進まないとやっぱ本当さっき言ったように進化してなきゃいけないし、進化がやっぱりなんていうのかな、やっぱ新しいものをね生まれていくわけだし、だからその辺はやっぱりどんな時代でもどんなことがあっても止めちゃいけないでしょうね。そうですね。交流の流の流れっていうこと、武道の進化の流れを止めてしまうと、現在の社会と外れてしまう。そうですね。そうですね。閉鎖的にねなっていってしまうからね。
ぱ日本人としてやっぱ誇れるものだと思ってますからね。それをねこう世界にアピールしていくのは務めだと思いますね。ね、日本人にも対してもそうですね。そう、世界中の人ね。まあ、外国人が日本に大量に戻ってくる時代を待つっていうことにはなってしまうんですけど、まあ、私たちもコロナになってからもいろんなプロジェクトが止まってしまったんですし、まあ仕事もですね、武道用品なんで誰も武道やってないんで、結構止まってるような感じではあったんですけど、まあついてきてるのかなっては気がしますけどね。ただ流行はどうしてもまあね、そっちですね。ダメでしょうけどね。ただその代わりに YouTube にそうですね。力入れてビデオを上げたり。今もね、そうやって映像で配信してね、世界中にね届けられるからね、そっちの方がどんどん伸びていくでしょうね。それやっぱね。やっぱどういう状況であってもだからこそできることっていうところにねフォーカスしてやっていきたいですね。だから我々もリモート稽古もやっぱね武道のリモート化をやっぱちょっと目指してね。そうですね。すごいでも外国の方から問い合わせきますね。オンラインで教えてくれっていうのがすごいきます。もうコロナの前は、オンラインとかそう。YouTube 見るなとかってみんな先生言ってたんですけどね。もう本当にご法度の世界です。そうですね。リモートまあ武道ではね。でコロナになって最初はねもう半年間ぐらい絶対やらないっていう人がいたんですけど、今はもう 99% はもうしょうがないそうなんですね。でもまあ正直本当に真面目にやればなんとかなると思う。なりますよね。まあリモートだけってなると多分何もならない。だからね、これからは二極化ですよ。例えばリモートでやる、世界中の人たちとやる。で、年に1回とか2回でいいよね。そうやっぱもし来れるようになったら一箇所に集まってみんなで集中稽古、合同稽古するとか。やっぱそのリアルとやっぱそのね映像、両方あるといいですよね。リモート、その二極化になっていくんじゃないかと思いますよね。我々もそういうふうにしたいしね。そうですね。両方やりたいですね。そう。まあでも我々ってなんだろう、同じこの古武道っていうか武芸道を結びとしてやってる人間でもやっぱり個性、女性と男性っていうのもあるし、個性も違うし考え方もやっぱり微妙に自分のやりたいことは全く違うっていうのはあるんですね。共通してるのはその武芸道なんですけども、それからまたなんかちょっとね枝葉をなんかつけていくためにはやっぱりその人の持っている素質とか才能とかこれからやりたいっていうその思考とかそういうものをどんどん伸ばしていきたいですよね。でこの前話したゆうちゃんなんかも今度たまにとって YouTube 系でもやっぱこの武道のベースにしたその武芸道をベースにした YouTubeで自分が何をみんなになんか訴えるっていうと大げさだけどなんかね表現していきたいか。で僕なんかはやっぱ映像この結びを元にした結びでなきゃできないスタイルの映像制作をしていきたいんですね。でそれにはストーリーがあったり、役者に出てもらったり、もちろんみんな役者なんですけどそこに芝居があったりストーリーがあったりそういう作品ショートムービーみたいなものをやっぱりどんどん作っていきたいっていうその意思がありますね。今はコロナなので、実際通ってくださるっていうことは難しいとも思うんですけれども、私たちもできる限り、YouTube だったりオンラインを通して一緒に稽古できるような環境をこれからも作っていきたいなと思っているし、映像制作で表現活動もどんどんしていきたいと思っているので興味が、ある方はぜひぜひ今後ともチェックしてください。2年前ぐらいだったっけスマホムービーを撮って仇討ちっていう作品なんですけど、ゆうちゃん主役で、ショートムービースマホムービーぜひよかったら見てください。将来にまた
プロジェクトとかがあれば、ぜひはい。いや、誘ってください。ぜひぜひ。ぜひやりましょう。楽しみにしてそうですね。はい。それからもぜひで、今日ありがとうございました。はいありがとうございます素晴らしい、環境素晴らしい道場で。いいとんでもないです。本当に良かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございましたありがとうございました。